だからこれも、これはちょっと違う技術を使ってるんですけども、あんまり力がないです。これが人差し指でもきてあんまり変わらないですよ。これでもこれは力入らないじゃないですか。まだ大丈夫なんですよ。いかにこっちに重心を上に上げるかなんですよ。おお、本当。こんにちは、体から工芸です。もうこれを言ったらすぐに分かると思いますが、500年もの間、代々家電として継承されてきた体術に加えて、合気などさまざまな武術の利愛を加え、発展体系化された、リアル延命流ですかね。ゲーム流の雨宮先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりですよね。お久しぶりでございます。実は前回も2年ぶりって言ってたんですけど、今日も調べてみたら2年半ぶりぐらいの。そうですよね。一番最初小口先生と撮影したのってあれですよね。名古屋。そうです。名古屋に来ていただいて撮影したのが最初で、その次が前回の北川先生のところで。そうですよね。原宿 HQ 撮影させていただいて。そうですよね。で今回ちょっと2年半ぶりということで、よろしくお願いします。楽しみにしてます。実は先日ちょっとキラさんともコラボしたんですけども、キラさんと会うと最近結構雨宮先生の話によくなるんですよ。そうなんですね。あの人すごいよねっていう。そうキラさんが雨宮先生のプライベートレッスンとか受けたりとかなんだかんだでAMC の技法のレベルがその武術を取り込んで上がったみたいなことを言われてて、ありがたい。この間もコラボした時にもうキラさんとのコラボほぼほぼバキューンで出せない内容ばかりになっちゃったんですよ。でもなんでちょっとその辺も踏まえて今日はちょっと崩しだったりとか、個人的な問題だったりとか、ちょっとその辺とかを習いたいなと思ってて、急なんですけど何か分かりました。じゃあちょっと崩しやってみますか。で崩しも間合いとかも結構大事になってくるんで、ちょっとやりますか。ぜひ。じゃあどうしようかな。無手でやるか、なんか道具使うか、どっちがいいですか。どっちが興味ありますか。両方いきますか。ぜひ。わかりました。じゃあちょっといい。そしたらちょっと座ってやる技法を少しちょっとやってみたいと思います。でちょっと座って。でですね。こう座った状態で、基本的にうちは自分から手を掴んだりだとか、手を捕まえたりだとか、両方やるんですけども、で例えば、ちょっとパンチ打った時にこれを避けるとするじゃないですか。で避けた時に、どう崩すかとかっていうのがあるんですが、基本的には練習としては掴まれて、でこっからどうするかっていうことなんですね。でちょっと崩してみますね。じゃあ掴んで適当にそうするとこう崩れると、崩れるっていうことを今から纐纈先生にもやってもらいたいと思うんですが、ちょっと軽く説明をしますね。横向いて、この状態ちょっと頑張って、で手握って頑張ってね。こっち側に崩すとしたら、例えばこう押す行為をするとするじゃないですか。でそうすると頑張ってるとこう倒れにくいわけです。でもちろん弱いところに崩していけば倒れやすくはなるんですけども、でその時に見るのが相手の重心の位置なんですね。でここら辺に、その重心があったとしたら、ちょっと上に上がって、こうなると重心がこう上がってくるわけです。でそうすると当然不安定になるので、同じように頑張ってるとしても押すと重心が上がってるので弱くなると。他にもちょっとポイントがあるんですけども、要はこれを使ってるわけです。でこうなった時に重心が上まで例えばこう上がっていく、
だんだんですね。でここまで上がっていったら、重心が一番不安定になっている状態なんですが、ここの状態だとただ重心が上に上がっているだけなんですね。でパーツの中で一番重たいのは頭なんですよね。でこいつをこう飛ばすんですよ。でそうすると重心が体から一番重たいパーツが外に出てるのでもっと不安定になるんです、で倒していくっていうのが基本なんですけども、ただ、練習の過程においては重心が例えば少し上がる、こうやって、少しこう上に上がってくると、そうしたら弱くなるんで、倒すと。ですので、重心をじゃあどうやって上げるのかということなんですけども、うちには合気上げという技法がありまして、ただ合気上げすごく難しいので、まずこの手のこの、裏というかに自分の指をスッとこう合わせます、これで相手がこう反応しているのが分かりますかね、でこうすると今肩がメインで動いてるんですね、ちょっとこっちこうなって肩がメインで、でこれをこっち、これは木だとしたら幹の部分、枝からこう攻めが入っていって、幹の部分にこう攻め入るようにイメージしてください、上がってきたら手をちょっとこう返しながら軽くこう触れてもらうと、でこれを手だけでこうやるとすごく力がいるので、体と一緒にやる感じなんですよ。ちょっとやってみます。すいません、実は左の肩がちょっと今壊れてて、そうなんですよね。右手しかできないんですけど、失礼しました。大丈夫です掴んでもらって、でしっかり掴んでください、グッと、もっといいですよ、グッと、もう思いっきり潰すまで、この力をこちら側に返したいので、まずこの4本の指をここに沿わせるようにするんです、こうやって。そうするとここまで入ってるのが分かりますか。でこうすると手だけの力なので、この動きに合わせて体も一緒にこうやって動かすんですと、こっち側に響いてるの分かりますか。そうしたら重心がちょっとここら辺に上がるので、そしたら横にシュッとこう本当や。そしたら横にシュッと本当や。でこの時に手をこっちにやるのと、これをちょっと返してあげるんですよ。この状態でしっかりやってください、体と一緒にスーッと上がっていって、ここまで入ったらこの手をこう返しながら、そうすると体がこちらに流れますよね、それと同時に手が出発、それと同時に手が出発すごっでそれをここでやるんですね、こうやって。でこれだけだと倒れない可能性があるので、この手がついていく、でポイントは、もう一度よろしいですかね、こうなってしっかりお願いします、こうだと頑張れるじゃないですか、これがここについて、体と一緒に、こう上がっている時に、こっちだけに響いてるとまだ大丈夫なんですよ、いかにこっちに重心を上に上げるかなんですよ。本当だ。ちょっとこれをやってみようかなと、じゃあ行こうか、で手をこっちの手ねぐっと掴んでもらって、しっかりね、で、こっちの手を4本をバラバラにせずにスッと重ねて、で指先だけに近えてください。指先だけ、これもポイントなんです、指に近えちゃうと、硬くなっちゃいますよね、だから緩めて、指先だけに力を入れる、でここに沿うようにシュッと上げます。そうです。で反応してきましたよね、でこれをこう上がってるんで、体と一緒にこう上がる感じです。そうでここをスーッとつけます。そうです。そしたら上がりましたよね、そしたらこの手を返しながら、こっちの手でここら辺をちょっと押してあげる。そうです。ちょっとでもなんか力入っちゃう
こうしながらこっちの手をスッと、ああそう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 、でこの時に自分の手を引くんではなくてそのまま返すだけです。これでここでそうです、そうです、手を返して、そうです、そうですでこの時に手だけで押すと相手に力が響きにくいんですね、なので骨盤から上を一緒に動かすようなつもりで、体が入ってます。そう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 です。あ、ちょっと違うか。この時にうまくいかないのは、ちょっと待って、ここまでですよね。こう入っていくのはいいですよね。こう返す時にこの手がこっち側にこういっちゃってるんですよ。こういうふうにですね。そうすると体が手前側に流れてきて重心がまた落ちるんですよ。だから上がったらしっかり上がったらこのまま返しながらそのまま素直にこう横にずすと倒れます。そうそうおっす、やってみましょう。これで抜いて指先だけ上げて、そうです、ここからそうです。相手をコントロールしようと思うんではなく、主導権はご自身にないといけないんですけども、返したら相手が掴んでるので腕引っ張られますよね、そしたらそのままどっちかに誘導するんじゃなくて、引っ張れたままそのまま任せて、ああそう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 、ああそう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 です。つまりここで重要なのは、じゃあしっかりこの自分のコントロール下にないことが大事なんですよ。きっかけは与えるんですけども、あとは相手が勝手にこう上がっていくように、流れる時も相手が勝手にきっかけを与えますけど相手が勝手に倒れるように、だからそのコントロールというその意識の仕方やそれをどう持っていくか、どう使うかっていうのは、これは多分各流派によって考え方がいろいろあるんでしょうけども、あまり本当に力がいらないです。だから私がこれ手を下ろしてるように見えるじゃないですか、当然掴んでるんでそう見えるんだと思うんですけども、ただ倒れるところにいたら逆らってないだけです。これ倒してるんじゃなくて相手が手を下げるんで私がただこうしてるだけです。ちょっとやってみましょうか。同じようにこう掴んでもらって、掴んでもらって手を上げていって、そうそうそう、うまいうまい、上がってます上がってます。そしたらこのまま返す。そうです、こうするんじゃなくてただ手をこう返す。そうそう、ちょっと違うな、なんか逆らってる気がする。でこれを、やるには、ポイントが一つありまして、返す時にうちには術理というのがありまして、うちの技法を行うためには術理というものと原則というのを使うんですね。でこの原則っていうのは以前コラボ撮影をした時にご説明した通りなんですが、体を動かすのを術理で行うんですね。でうちの術理というのは2つが1つになって理とするという術理があるんですけども、身体操作は術理で行って、で、技法は原則を使うんですね。で体をここで動かしてるんで術理を使うんですが、普通にこう、これ円運動なわけです。で見てわかるか分かりませんが、これとこれはもう違うんですよ。これとこれ、これ何が違うかっていうと、こっからこう円を描いてるのか、こっから円を描いてるかによって同じ円なんですけど作用が変わってくるんですね、力の。2つが1つになるっていうのは、例えば車のステアリングがあるじゃないですか、ハンドル。あれは
まあ、右手を下げたとしたら、その分左手は上がりますよね、つまり力のベクトルはこうかかってるわけです。それを一つの円で同時に2つのベクトルを入れるっていうのがポイントなんですね。ですので、まあ、一つの一例としてはこう手を返すときに、まあ、例えばですよ、これはあくまでも一例なんで、中指を中心にして普通に回せば、こっち側の力とこっち側の力が同時にかかるわけです。でそうすると間がうまく崩れます。ちょっとやってみましょう。はい、お願いします。腕で上げるというよりも体と一緒に動かすようなイメージですね。ああ、そう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 。ですね、ちょっと掴んでもらえますか。こうなった時にこうなりますよね。こう返すと、今ここが中心になってこっちが上がってるわけですよ。だからこっちをこういうふうにする。そうするとこっちに響いてくる。これをこっちをこうすると響かないわけです。じゃあこっちはいかないですよね。ここを中心にしてこうする。で重心が少しこう上がってこうなったらここを中心にこう返しながら手が出発してくると崩れてっていうのをちょっとしながら手が出発してくると崩れてっていうのをちょっとやってるんですね。もう一度いきましょうか。なるほど。違うな。刺すと、ちょっといい？こっち来て。こう手をですね、こう刺すと体っていうのは後退するじゃないですか。でそうすると重心が仮に上に上がったとしても、まあちょっと後ろに行って、後ろに倒れてとこうなりますよね、引っ張られて。そうするとうまくいかないですよ。基本的には刺すというよりも上に上がるイメージしてください。こうやってで手をこう中心にこう返す。見ると簡単そうなんですけどね。で手で上げようとすると結構掴まれてちょっと押さえ込まれてるとこう肩に負担きませんか。じゃなくてまあこれ言っても分からないけど中心から力を出すんですよ。つまり手出してこっちパー押すから押されないように、こうすると手の力でこっちに押してるわけですよ。じゃなくて、その力の源というのが、例えば、聖火丹田から力を出すとか、聞いたことありますか。うちは聖火丹田からは力を出すわけではなくてですね、中心から力を出すんですね。で中心から力を出すと相手にその伝わる力の流れっていうのが少し変わるんですよ。頑張って、でこっちが倒れていくんですよ。でこっちにあんまり力が入らない、でこれどうやってるかっていうと中心軸って話になるんですけども、これを、身体操作的にやるのは2つ1つで動くんですよ。2つ1つで動くというのと、あと四肢とかをバラバラに動かさないですよ。こうやって要は、一緒に動かすんです、そうすると腕だけの力にならないので、力の伝達が効率がいいんですよ。だから掴まれた時も腕だけでこう刺すんではなくて、体と一緒に刺すんですよ。そうすると力が伝わりやすい。やってみましょう。いきましょうか。小林さんしっかり持ってね。そういいですよね。いいじゃないですか。反応してます。あとは一緒にそうあとはくるっと返してあげるんです。
そう手が今こうなってるんで、例えば中指中心にしてでもちょっと待ってお願いします。すいません。ちょっともうこの時点で力んじゃうんだよな。じゃあ腕に集中しない方がいいですね。腕を腕はもう本当に返すぐらいの、そうです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 。あともう一つコツがあるんですよ。これあんまり出してないんですけど、やっぱこれこうスッと上げたらこう返してこう倒しますと、この時に大体人は捕まえてるとこから反発するんですよ。例えば掴まれてしっかり押し込んで、ここをなんとかしようと、ここを上げようとするんですよ。ここから反発しないのがコツです。これはどうするかっていうと、一つの答えとしてはこっから反発しないっていうことなんで、例えば指先から反発する、腕先から動かしていくとここじゃないですよね。もしくはここを動かそうとしてもやっぱりこっちに意識が集中してしまって、結果的にここを動かしてしまうというんだったら、次の関節、肘からこう動かすんです。ちょっとやってみましょう。足大丈夫ですか、先生。そうです。まずは指をつけて、この時もですね、ここの手を置いた時に、今ここだからここで意識がいきますよね。これをね、こうするんですよ。とにかくここから反発しないように。そう今は上がるとこまで OK なんですけど、上がった後にここに乗っけちゃってるんですよね、相手の体重をですね。このままもっと楽にします。で指先だけスーッと伸ばして、もっと楽でいいです。指先伸ばして、この状態からシュッで、この状態で乗っかる前にシュッと返してあげる。そうです。でこの手が出発する。そう気持ちが流行りましたね。上がったらシュッと、そこからキュッで反対の手がそうあとは手を引かないっていうんですかね。返しながらで、指先でこうするというよりも、この手のひらでこう触るようなイメージで、こっちを引きたくなっちゃうので引かないと、しっかりこの手をすっとこう上げたら、もう普通に横にで、手じゃなくて体と一緒にですね、やってみましょう。そういいじゃないですか。返すと同時に出発。できた。で今は1、2でやってるじゃないですか。それを1挙動で1なんか僕が普通の技で空手の技で指導してる時と似た表現1、2じゃなくて1だよってなんかどこかで聞いたもんで自分で言ってるなと思って、ありがとうございます。いい。これは慣れてきたらもっと多分力がいらないと思います。自分の力が 100% な時に、せいぜい使っても 20-30% ぐらいでできるようになると、いいと思います。目安としてはですね。そうなんか言われてやってみると重さを感じなくなってくるんですよね、相手の。
嬉しいですね。そうですね。最初はこうって持ち上げたやつがなんか、なんかこう乗っかってるけど乗っかってない、なんていうんですかね、なんか言われてることが少しだけ理解できた気がします。じゃあこれを立ちでもやってみましょうか。じゃあ立っていただいてですね。切んなくていいですか？じゃあ一旦切りますか。じゃあはい。じゃあこれもこれはちょっと違う技術を使ってるんですけども、あんまり力がいらないです。あんまり変わらないですよ。小指は力入らないじゃないですか。でなぜてあげる。僕も体験していいですか？もちろんこう来た時にしっかり握ってください。じゃあ一旦閉めますか。じゃあ一応閉めます。はい、じゃあすみません、今いつから閉めるんだろうってぼーっとした時間が失礼いたしました。そういうことで、すみません、ありがとうございます。ちょっとちょっとこれですかね、ちょっと感覚が分かったり、だいぶやっぱ最初のなんですかね、この感じてたこのうりゃっていう感じがなくなってきて、最後すごい楽になってきたんで、ああっていうなんかちょっと最後にいい感触が得られたんであれは合気上げではないので、柔術なんですね。相手の重心をこう上げていって不安定になるからこう倒してあげるっていうものなんですよ。でさっき居取りというその座り技でやったので、ちょっとその柔術を立ち技でもちょっとぜひぜひじゃあ次回ということで、じゃあ、引き続きよろしくお願いします。当然ですが、僕も雨宮先生のチャンネルの方に出させていただいてますので、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。締めが、どうしよう、もうこのままじゃあ次へっていう指名がいつも定番のやつがあるんですけども、そうなんですね。じゃあそのまま続けちゃいますか。続けてちゃんと2本目終わってからちゃんと締めよう。わかりました。じゃあ引き続きよろしくお願いします。お願いします。実はコンビネーションの練習って大切な部分に気づかないことで、せっかくやっているミット練習が実戦では全く使えない残念なコンビネーションになってしまっているっていうことが非常に多い練習だったりします。というか僕自身がそのせいで若い頃ミットであれだけ練習したのに全然試合で出せなかったっていう経験をたくさんしていました。